まず1つ目、この丸い穴のところ、これが新しい芽。はい、じゃあ次2つ目、こちらのですねちょこんと小さく出てますけど、これが新しい芽。そして3つ目、よく見ると枝の表面にですね細かいブツ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 って出てるの見えると思うんですけども、実はこれが芽の元になる。はい、動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今シーズンイチジク畑でのですね本格的な作業を始めます。本日はですね剪定動画になります。今回はですねちょっと新しい試みでクイズ形式と言いましょうかですね、出題形式でやっていきたいと思います。そうしますとですね単に見るだけではなくてですね、皆さんですね考えていただくことによって印象づけることができて、覚えていただくことがですね容易になるということなので、今回は出題形式でやっていきたいと思います。では早速やってみたいと思います。では剪定についてですね説明をさせていただきます。最初に申し上げました通り出題形式でいきます。まず1つ目、剪定にはですね大きく分けて2種類の方法がございます。その2種類についてお答えください。じゃあ2種類ですね説明いたします。1つは夏科剪定、2つ目は秋科剪定。この2種類が大まかな種類となります。夏科剪定でですね秋科剪定について説明をさせていただきます。はい、では夏科剪定についてですね説明をいたします。夏科剪定というのはこれ昨年伸びた新種になるんですけども、この先端の部分につく実っていうのが夏科になります。なので夏科収穫を目的とする場合は先端のこの数センチだけをカットしていただくという具合になります。はい、この辺りですね、こういう感じでこの先端だけ少しだけ切っていただくっていうのが夏科剪定方式になります。そうしますとこの先端あたりにですね、5、6個ぐらいですかね、大きな実がつきますので、そちらの方をですね収穫していただくという状態になります。でなぜこの先端だけね少しだけカットするのかと言いますと、これはイチジクだけじゃなくて植物全般そうですけども、腸が優勢ということで先端にあるものほど伸びがいいので、そうしますと上にどんどん伸びてしまいますので、先端をね少しだけカットしていただくことによってこちらの方にね実をつけるということができます。秋科剪定について説明をさせていただきます。秋科剪定というのはその名の通り秋科をですね収穫する目的とする剪定方法となります。夏科と違いまして剪定はですね強剪定、強い剪定と言われているんですけども、強剪定を行うという状態になります。これ昨年伸びた新種ですけども、夏科の場合先ほど言いました通りこの先端本当に少しぐらいですけど、秋科の場合はこの根元のあたりからカットするということになります。秋科というのは今年伸びる新梢につく新しい枝につく実が秋科という具合になります。次に2つ目のね出題になります。イチジクの実というのは一体どこにつくのでしょうか。正解はですね、イチジクはですね葉の根元にですね1つもしくは2つ実をつけます。基本的に一葉一花ということで1つの葉に対して1つの実をつけるというのがイチジクとなります。続けて3つ目です。じゃあイチジクの芽ですね、芽は一体どこにあるのでしょうか。どれが新しい芽になるかっていうのをですね確認してください。こちらは選択制にしたいと思います。じゃあどれが新しい芽でしょうか。まず1つ目、この丸い穴のところ、これが新しい芽。はい、じゃあ次2つ目、こちらのですねちょこんと小さく出てますけど、これが新しい芽。そして3つ目、よく見ると枝の表面にですね細かいブツ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 って出てるの見えると思うんですけども、実はこれが芽の元になる。以上3択になります。正解は、こちらのですね2番目、こちらのちょこんと出ている大きさ的に言うと2ミリぐらいですかね。この大きく
ね、へこんでいる部分、これが昨年ここに刃が実はあったんですよ。で刃の根元に実があったんですけど、ここが取った後ですね。ここ先ほど1番目ですねって言ってたここが実は実があったところですね。でその横に新しい芽が出てます。これが芽になります。次に4つ目のですね出題です。イチジクの芽についてご理解していただきました通りですね、ここに芽がついてますけど、じゃあ次の芽、上下どちらでもいいんですけども、その芽っていうのは実はですね、ある法則に基づいてですね、次の芽の位置が決まってきます。それはどのような法則でしょうか。実はですね、芽っていうのは交互についてます。ここに芽がありますね。で次の上の芽っていうのは同じところとか同じ芽にはなくて、必ず90度なり180度別の場所につきます。1つ目の芽で、上の芽っていうのはこれですと90度横に向いてですね、今度こちら側で、下の芽っていうのは実はこれの下の芽っていうのは、ほぼ真反対についてますね。ここに先ほど言ってた芽があって、こう下にありますね。で上の芽っていうのは今こう画面の前に向かってほぼ90度向かって、1個下の実っていうのはこれ真上に向かってこうついてます。なので芽があったら必ず同じ面にはなくて、90度なり180度違うところに芽がついている。これ理解していただくとですね、剪定する時ですね、非常に役立ちますので覚えておいてください。必ず同じ面にはありません。はい、では次にですね、秋花剪定、強剪定。じゃあこの枝をですね元にしていきます。最初にね申し上げました通り、秋花っていうのは今年伸びてくる新種につく実が秋花になります。秋花の場合は強剪定ということで、本当にこの根元のあたり、この辺は全部捨ててしまうという状態になります。でどのあたりをカットするのかと言いますと、これ見ていただきますと、ここに線が見えていると思います。線がね、これっていうのは昨年刃が出た場所です。節ですね。ここに刃が出てますし、ここにも刃が出ていると。でカットするのはこの線から数える、ここが1本目で、次2本目3本目になります。私はこのいつも2本目と3本目のね、この間、中間より少し上を狙ってカットをしていきます。でこの時にですね、先ほど言いました芽の位置ですね、新しい芽の位置を確認していただきます。葉っぱのついていた位置に芽がついてますので、この場合ですと2つ目の芽ね、こちらには、芽はこの上の方についている。この3つ目は下の方についている。イチジクっていうのは基本的にこの芽はですね、下芽もしくは横芽ですねを残す、それをですね今年の新種とするのがセオリーになっています。これ地植えの場合特にそのような形でやっていただくんですけども、今この枝の場合は見ると上でこれが下なんですね。でこの間に芽が実はないのかな、あるかな、ありますね。はい、もう一個こちらの下の方の芽はここに芽がついてますので、この芽を生かす剪定にした方がいいわけです。なので、この辺りをカットしていただいた方がいいと思います。ちょっと心配だなという方はこの3つ目のね中間あたりを狙ってカットしていただいてもいいです。5月になるとね新しい芽がいっぱい出てきますけども、おそらくここと、ここ以外からもですね、どこからかまだ出てくるはずなので、基本2つ目と3つ目のこの間の少し上を狙ってカットしていただければ大丈夫です。カットしていきます。この辺りですね、あんまりですねギリギリは狙わないでください。この2つ目のね、この中間より少し上を狙ってカットしてください。はい、こういう感じですね。なぜねこのようにカットするのかというと、これ新しい芽が出てきた時にあまりギリギリになってしまいますと、出てきた例えばここから芽が出てくると、あまりギリギリですと新しい芽がですね、新芽が折れやすくなってしまいますので、少しマージンを取っていただいた方がいいです。最終的にね伸びた後ここ保存ができると思うんですけども、その部分は来春ですね剪定する時にカットしていただければ大丈夫になります。
ほぞっていうのはこれですね。これ昨年ここをねカットして、これが新梢で出てきたんですけど、ここやっぱちょっと長いじゃないですか、この部分ね。で本来はこういう風にくるむような形ね、こうカラス形成してくるむような形がいいんですけど、こうなってるとやっぱりどうしてもね枯れ込みしてくる可能性があるわけなんです。今はまあこの状態だとしてくることはないとは思うんですけども、カットした方がいいので、剪定する時にここをカットすると、こういう感じですね。こういう風にしていただければ OK。で、カットした後にはトップ GM ペーストですね。枯れ込みを防ぐためにトップ GM ペーストを塗ってください。トップ GM ペーストの方はうちはこれを使ってます。このオレンジ色のトップ GM ペースト。これはちょっと大容量 1kg タイプになりますけども、チューブタイプのものもね、容量少ないものを持ってますので、各種メーカーさんいろいろ出してます。トップ GM ペーストという名前で。どれもね、基本的に同じになりますので、どれを利用していただいても構いません。ただこちらのオレンジ色の方は、殺菌剤が入っているタイプになります。これは付属についているハケなんですけども、これにとって先ほどのねカットしたこの断面の方に塗っていただくという具合にしていただければ OK です。これによってですね枯れ込みを防ぎます。次にですね、枝の更新作業というものがございます。で、先ほど見ていただいた通り、イチジクの剪定はですね、昨年伸びた新梢を根元で強剪定することによって新しい実をつけるという具合になっておりますけども、そういうふうにしていってもですね、どんどん枝の方が伸びていきます。要は切り戻しをしていっても少しずつですね、毎年伸びていくという状態になります。こちらも見ていただくと分かるんですけども、毎年カットしていってるんで、1年ごとにですね、数センチになるんですけども、徐々に伸びていくという状態になります。あとはね、どうしてもイチジクですね、カミキリムシが入ったりもしますので、そういう枝があった場合はですね、新しい更新用の枝、つまり今の枝に変わるような枝をですね残しつつ、ダメになった枝、傷んだ枝の方はカットしていって、その枝に更新していく作業っていうのが必要になってきます。こちらの方の枝をご覧ください。これがですね、一番最初にですね、この木を植えて伸ばした主枝ですね、主枝になります。4本出したうちの1本になるんですけども、これ、非常にですね太くていい感じなんですけども、これ見ていただくと、カミキリムシにやられてるというわけではないんですけど、やはり少しずつですね枝がこう傷んできているという状態になってきているので、それが分かった時点で実はここに、新しい枝を伸ばしておりました。なので見ていただくとこう2本あるんですね。ここ非常に今混んでいる状態になりますので、こちらをですね新しい枝として利用して、これは今年はカットしていくような状態を取りたいと思います。これが更新作業になります。これ見ていただくと、この元の枝は実はもうここまでなんですけど、この枝もねもう結構ここまで来てるので、そうですね、これを見るとこれかこれですね、延長用の枝にしていきたいなって感じですね。ちょっと倒してみないとどうかなっていう感じしますね。こう曲がり具合から考えるとこちらの方が寝かしやすいんで、これを寝かしてですね延長して、いわゆるこの部分を今カットしてしまいますので、このままね先ほどの秋花剪定してしまうと空間がね空いてしまってもったいないので、これを寝かして、この枝に新しい枝を3つぐらい出して収穫をしていくという具合にしたいと思います。なのでこの枝のね剪定方式、この先端ですね、夏花剪定のようにこの先端だけ少しだけカットして、こういうふうに寝かすという具合にします。残りのね枝は通常通りね秋花剪定の強剪定をして、あとはこの枝をですねもう必要なくなるので、ここが枝出てこの間が欲しいので、これは生かしたいかなというので、ここからカットしてしまってやれば、ここから先は必要ないかなという感じになると思います。じゃあちょっとやってみましょうか。枝が大きいので1回じゃできないので、まずこの辺りで1個目を切りましょうか。ちょっと枝が多いので先にちょっと枝を切ります。
これは残したいので、これはカットしていいと。そしたらこの辺りで1つ目をカット。はい。で、この辺りもう一回。で、最後ですね、ここでカットします。はい、こういう感じですね。そして先ほど言いました通り、これはこう寝かしたいので、ここの先端だけ少しだけカットします。はい、OK です。で、これをこういう風に寝かすという具合にします。これ結構ね、今細くて柔らかいんで、このまま1回で寝かせられそうな感じですね。この辺りでね、緩く止めるという感じですね。こんな感じにしていただければ OK です。で、その際注意していただくのは、この枝の先端がですね、この元の位置より低くならないように、平行か若干上になるようにしてください。そうすることによって伸びがね、良くなります。下を向けてしまいますと伸びが弱くなりますので、平行もしくは少し上にしてください。あとは通常通りに剪定していただければ OK です。はい、ということでですね、今回ですね、剪定の動画になりますけど、少し趣向を変えまして、出題形式にさせていただきました。いかがでしょうか。この剪定をね、しっかりしていただくことによって、実がね、ちゃんとつきやすくなりますので、ぜひですね、強剪定。これですね、非常にですね、最初、イチジクのね、ことをご存じない方にすると、そんな根元で切っていいのと。ほぼ坊主になってしまうじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、坊主にしていただくので秋花剪定の場合は問題ありません。うちもね全部そのような剪定にさせていただいてやってます。ちなみにですね、夏花剪定しないのっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですけども、うちは見取り農家で出荷しているのはもう秋花のみです。確かに夏花の方が実は大型なんですけども、取れる量がですね多い秋花の方がですねいいので、全て秋花剪定という具合になっております。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。